日本で会社とか学校にいると、ドアを開けるときに、失礼しますとか、ええ、よく聞きますよね。あと他の人より先に帰るときに、お先に失礼しますって言ったり、はい、毎日使いますね。電話を切るときなんかも、失礼いたしますって言いますよね。日本語を勉強しているリスナーのあなたが、日本で生活したり、日本のコンテンツを見ていたりすると、もう毎日シャワーのように浴びる言葉だと思うんです。そうですね。本当に数えきれないくらい耳にするはずです。でもふと不思議に思うことはありませんか？あの、どうして毎回失礼って言うんでしょうか？これって日本人がいつも失礼なこと、つまり悪いことをしているからなんでしょうか？なるほど。学習者の方からするとかなり不思議な言葉に移るでしょうね。辞書を引くと excuse me とか I'm sorry って訳される言葉が多いですから。そうなんですよね。しかも漢字を見ると、礼儀の礼を失うって書くじゃないですか。ええ、文字通りに読むとそうなってしまいます。文字だけ見ると、私は今からマナーの悪い人間になりますって堂々と宣言しているみたいでちょっと怖いというかおかしいですよね。確かにそう言われるとその通りです。でも安心してください。今日の探究ではこの失礼しますという言葉の裏にある本当の感覚について深く掘り下げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いろいろなマナーの解説とかビジネスコラムなんかを一緒に読み解きながら進めていきましょう。実はこれ単なる謝罪の言葉ではないんです。相手の空間とか時間に入るためのすごく大切な礼儀のクッションなんですよ。礼儀のクッションですか？漢字の礼を失うっていう工学的な見た目からは全然想像できないですね。ええ、結論から言うと日常や仕事で使う失礼しますは本当に無礼なことをするという意味では全くありません。あ、やっぱりそうなんですね。よかった。よとか、これから相手の時間を少しいただきますよっていう気持ちが込められているんです。なるほど。つまり、礼儀を忘れずに行動しますからねというサインなんですよ。ということは、自分が何か悪いことをするから謝っているんじゃなくて、ええ。相手が持っている見えないパーソナルスペースに入る前の心のノックみたいなものですか？ああ、心のノック。まさにその通りです。すごく良い例えですね。いきなりずかずかと踏み込むんじゃなくて、行動を丁寧に始めるための言葉なんです。心のノックか。その見えない境界線が一番はっきりとわかるのが物理的な部屋に入るときですよね。そうですね。会社とか学校で先生の部屋や上司の部屋、あとは会議室に入るときによく使います。トントンってドアをノックして失礼しますと言ってから入る。これは基本中の基本ですよね。はい。これはただ、今から部屋に入りますという行動の事実を伝えているだけじゃないんです。ただの報告じゃないってことですか？ええ。相手がいる。その仕事の空間にお邪魔しますよ。礼儀を持って入りますよっていう敬意を表しているんです。なるほど。自分の家だったら何も言わずに入りますけど、他人の、しかも仕事をしている空間だからこそそのノックが必要なんですね。そういうことです。特に少しフォーマルな場所に入るときには、すごく自然で大切な表現ですね。で、ちょっと気になったんですけど、部屋を出るときは失礼しましたって過去形になりますよね。これはどうしてですか？ああ、そこは結構重要なポイントです。失礼しますは、これから入るときとか、これから行動するときに使うんです。はい。未来や現在の行動ですね。それに対して、失礼しましたは、訪問が終わって部屋を出るとき、つまり行動が終わった後に使います。なるほど。行動が完了したから過去形になるんですね。いうような終わった後の感謝の気持ちに変わるんです。ああ、すごくわかりやすいです。時間の流れを意識すると、現在形と過去形の違いがすっきり理解できますね。よかったです。で、物理的な部屋のドアは分かりやすいんですが、実は
目に見えない時間の境界線を越えるときにもよく使われるんですよ。時間の境界線。例えば、会社で先に帰る時のお先に失礼しますとかですか？まさにそれです。日本の職場で自分が他の人より先に帰るときに使いますよね。確かに、みんながまだ仕事をしている中で何も言わずに無言で帰ると、ちょっと冷たい空気になりますよね。そうなんですよ。ただ、先に帰りますという意味だけじゃなくて、ええ。皆さんがまだ働いている中で、先に帰ってすみませんとか、お疲れ様ですっていう丁寧な気持ちを表しているんです。あ、一緒に働いている人たちの仕事の時間に対する配慮なんですね。ええ、この言葉を言うことで、誰も嫌な気持ちにならずに自然にその場を離れることができるんです。なるほどな。となると、電話を切る時の「それでは失礼いたします」も同じような理由ですか？全く同じですね。ビジネスの電話では、最後に必ずと言っていいほど使います。やっぱり、急にブチッと切っちゃうと冷たいですもんね。ええ、ここで共有していた時間を終わりますよ。お時間をいただきありがとうございました。という合図なんです。ああ、さようならのビジネスバージョンみたいな感じですね。丁寧に電話を終わらせるためのフェードアウトというか。そうです、そうです。あと、電話だけじゃなくてメールでも同じような使い方をしますよ。ああ、メールの最初の突然のご連絡失礼いたしますっていうあれですね。はい。初めての相手とか、まだ関係が深くない相手にメールを送るときによく使います。これも相手の時間をもらうからですか？ええ、急に連絡してすみません。お時間をいただきます。という気持ちを丁寧に表しています。まだ関係ができていないのに連絡するから、ちょっと強めに心のノックをしているんですね。そういうことです。ただ、締めてのメールに絶対必要というわけではなくて、初めての時とか、フォーマルな場面で使いやすい表現ですね。相手の都合とか時間を邪魔しないためのクッション言葉なんですね。人が話している時に入るお話中失礼しますも同じですよね。ええ、会議中失礼します。とかもそうですね。話しているところに入って、すみません。少しだけ話しかけますよ。という配慮です。なるほど。相手の空間とか時間に入るときに必ずクッションを置くんですね。はい、それが日本のコミュニケーションの特徴です。でも、ここで学習者の視点からちょっと鋭い質問をしてもいいですか？はい、なんでしょその、配慮の言葉とかクッションなら、全部すみませんで済ませちゃダメなんですか？すみません入りますとか、すみません帰りますみたいに。それはとても良い質問ですね。確かにすみませんはすごく便利でいろいろな場面で使えます。そうですよね。駅はどこですかって聞くときもすみませんって言いますし。ええ、軽い謝罪とか感謝、呼びかけなど本当に幅広く使えるカジュアルな表現です。でも少し用途が広すぎるんです。広すぎる。はい。一方で失礼しますは少しフォーマルで相手の空間や時間に入る場面に特化しているんです。ああ、なるほど。すみませんよりももっと場面や礼儀を意識した言葉なんですね。ええ、資料をお持ちしましたって部屋に入るときは、すみませんよりも失礼しますの方が断然自然で丁寧です。確かに。ビジネスの場だと失礼しますの方がしっくりきますね。そうですね。じゃあ、お邪魔しますはどう違うんですか？人の家に入るときにお邪魔しますって言いますよね。そこは空間のフォーマルさで区別すると分かりやすいです。空間のフォーマルさ。ええ。お邪魔しますは友達の家などプライベートでカジュアルな空間に入るときによく使います。あ、じゃあ会社の会議室とか先生の部屋に入るときにお邪魔しますって言うと、ちょっと遊びに来たみたいで少し不自然に聞こえてしまいますね。そういうフォーマルな場所では失礼しますが正解です。なるほど。友達の家ならお邪魔します。仕事や学校なら失礼しますですよね。はい。そしてもっと丁寧になると失礼いたしますになります。ああ、電話の時とかに出てきたいたしますですね。ええ。
いたしますは謙譲語、つまり自分をへりくだる表現なので、ビジネスや目上の人に使うとさらに丁寧になります。突然のご連絡失礼いたしますとか、お忙しいところ失礼いたしますとかですね。そうです。ただこれを友達との会話で使うとすごく硬く聞こえます。確かに、友達の家で、それでは失礼いたしますって言ったら、なんかロボットみたいで変ですよね。少し壁を感じてしまいますね。普通の会話なら失礼しますって十分なことも多いです。なるほどな。ここまでいろいろ聞いてきて分かったんですけど、失礼しますって決して重大なミスに対する強い謝罪ではないんですよね。その通りです。そこは学習者の方にぜひ覚えておいてほしいポイントですね。はい。少し迷惑をかける気持ちはありますが、一番大切なのは相手の時間や空間を大切にしていますよという丁寧な態度なんです。だから本当に大きなミスをした時に、失礼しましたって言ったらダメですよね。相手は怒ってしまうかもしれません。そういう時は申し訳ありませんというきちんとした謝罪の言葉を使うべきです。謝罪じゃなくて、あくまで心のノックなんですね。でもこんなにたくさん種類や使い分けがあると、学習者のあなたはちょっとパニックになっちゃうかもしれないですね。そうですよね。でも最初から完璧に使い分けなくても全然大丈夫ですよ。あ、そうなんですか。まずは、決まったフレーズとしてそのまま覚えるのが一番自然でわかりやすいです。決まったフレーズですか？はい。部屋に入るときは、失礼します。出るときは、失礼しました。はい。会社で先に帰るときは、お先に失礼します。ビジネスの電話を切るときは、それでは失礼いたします。なるほど。場面とセットで覚えるんですね。初めてメールを送るときは、突然のご連絡、失礼いたします。誰かの話に入るときは、お話中、失礼します。そして、人の家に入るときは、お邪魔しますですね。そうです。全部のルールを気にしなくても、相手の空間や時間に入るときの丁寧な言葉として覚えておけば、自然に使えるようになりますよ。それを聞いて安心しました。失礼しますって、単なる英語の excuse me の直訳じゃないんですね。違いますね。自分が何を言うか以上に、どうやって相手の時間や空間に丁寧に入るかを大切にする。これが日本語らしさなんです。なるほど。急に行動するんじゃなくて、まずは一言クッションを置く。この言葉がわかるようになると、日本人が大切にしている距離感とか場の空気が少し見えてきますね。本当にそうだと思います。ただのルールではなくて、相手への思いやりなんですよね。思いやり、素敵な考え方ですね。そこで、最後に一つ、リスナーのあなたに考えてみてほしいことがあります。はい、何でしょ次回、あなたが日本のアニメやドラマを見るとき、あるいは職場で会話を聞くとき、誰がどんな見えない境界線を越えるために失礼しますと言っているか、ぜひ観察してみてください。誰がどのタイミングで心のノックをしているかですね。きっと日本語の奥深さについて新しい発見があるはずですよ。日常のちょっとした言葉の中にそんな配慮が隠れていたなんて驚きです。リスナーのあなたもぜひ周りの会話に耳を澄ませてみてくださいね。きっと面白いと思います。それでは今日の深掘りはここまでです。次回もまた日本語の面白い世界を一緒に探求していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。